当は子供も欲しいですけど、なんていうんですか、未来にそういうビジョンが、現状がこんなのだとこう持てないというか、お互いがそういう自分らしく生きるっていうので、なんていうんですか、前向きにそういう自分も自立してとかだったらいいんですけど、なんか夫婦という名のこうただのシェアしてるだけのルームメイトみたいな感じだと、別に夫婦をしている意味もないですし、もはやこの人と一緒にいて大丈夫なのかなっていうのが、なんかまあ正直こうそこですかねなので自分の脳がそれでもやっていくべきなのか、まあ自分の脳はどう思ってるのかなっていう感じがすごい難しいですけど、僕は言うんだけど、はい、男の夫適齢期は50過ぎですよ。なんか YouTube で見ましたね、はい、恋愛的齢期は48区ですよその前は恋愛の対象でもないですよ、遊び人ですよ。だから夫は多分間違いなく50過ぎですよ。だから夫として男を見たら合格する男ってほとんどいないと思うよ。だから彼が夫できないんですよ。息子はやるけど、息子はできるけど夫はできないと。彼氏もできるけど、息子と彼氏はできるけど夫はできない。そういうことですかね。だから彼が今度は夫として見られた時に、彼氏としてはいいかもだけど、夫として見られた時には夫として育ってきてないんだよね、はい、っていうところで、そこでちょっとズレが起こってるということではあるよね。でも多分世の中の男性は夫として育つ人はいないじゃないですか。いないよね。まあだからこう育てなきゃいけないっていうポイントはそういう理由でもあるんでしょうけど、彼の方から考えれば、メリットというか、言い方としてはメリットというかわからないし、楽っていうのもあるかわからないし、自然っていう言い方するかわからないけど、いろいろある中で結果として息子を選んでると、っていう形取ってると。そうですね。じゃあ結婚してて息子から夫になるんだったら、今度そういう関係において、ちょっと妻の方からは夫として引っ張るだけのものがその息子としてのものよりも弱いと。そうですね。で彼の中では結果的にそうなっているよね、妻として、そして夫としてのそこの結びつきを、その親子という以上にそっちが強いものとして気づかなきゃいけないよね、気づくということをどれだけやってきたのか、相手を認めすぎちゃうとそこ十分できないね、夫に育てるためには私が妻なんだと、っていうのをどこまでだから出せるかだよね、最初はなかなかだから男は分かんないから妻って、母親は分かるし息子は分かるけど、妻っていう存在って意味分かんないわけじゃん。で父親見てきても父親ではあるけど夫として父親を見てないから、夫を知らないわけじゃん、だから夫ってどんなもんかはその妻から教えられるわけじゃない、でそれがどこまで教えられてきたのかと、教えてるのかと、ここが弱いといつまでたって息子だもんね、比率が変わってこないと、比率が変わるべくやったかどうかっていうのは問われるよね。そこどうしたわけ？なんか問題があって話をすると、やっぱり彼も感情的になる人なので、強くそれに対して多分言ってきてはいないと思うんですよね、その夫っていう。それは男にしてみれば、要するにこれは息子というよりは育ってない男はいろんなやり方で妻をそこまで踏み込ませないというやり方を長くできればできるほど男の勝ちとっていうのはあるわけですよ。だからいろんなやり方で入ってこないようにしてるんだよね。でその結果入ってこれない中で結局結婚して、付き合ってそれだけ時間経ってもまだ自分が夫として相手を妻として認めるという方向にまだだから育ってないっていうことの
まあ、それが結果じゃないの。でそこで踏み込むと、そこに、っていう気になれるかどうかだね、一つはね。やっぱ土足で入り込まないと、一つはね、これが息子だったら、土足で入ることは良くないですよ。やっぱりどんなことがあっても距離を置いて、やっぱり子供は育てた方がいいですよ。でも夫とか妻はそこ土足で入るもんだからと認め合ったんだから、そこやっぱり入り込んではやっぱりする必要があるじゃないの。入られることでそれが迷惑だと、どうしても受けられないって言うんだったら、それはもう別れる条件になるよね。でも入られて最初は大混乱するけども、その大混乱していろいろ問題あるけども、なんだかんだ言ってそれを踏みとどまれば、時間が経つ中でだんだんあ、妻とはそういうものなのかと、夫婦ってそういうものなのかというのがようやく教育されてなかったんだから、息子でしか来なかったのが、ようやく教育されてきて、あ、そういうことなんだとっていうのが少しずつできてくるもんだよね。彼の場合はそれが40、31、2、3、4、5、6、7、9、10、41、2、3、4、5、6、7、8、48ぐらいから48ぐらいからだったら入ってくって、それまではやっても土足で入られたことに対して絶対抵抗するね。だからこれから6年ぐらいは多分もう修羅場だよね。その修羅場はもう覚悟だということの上でやれば、6年ぐらい経てばようやくこう分かってきたと。でこの間ちょっと苦労させたというので、48の時にでもそれが分かるのが1割で、さっき言ったように8年間ね、これから8年間とにかく土足で入り込んで、そこまでやり抜けば彼がその時期に来るから、ようやくその時にきっかけね、目が覚めるって言ってるんじゃなくて、きっかけ、やっと聞こうかと、1割ぐらい入ってくるね。それから分かるのに、彼は1234、さらに5年だから13年だから55の時に5割ぐらい言ってることが分かってきた。分かってくるのはそれぐらいの年月をかける。で奥さんがその年齢の亭主に対して分かってほしいと思うことっていうものの、その5割っていうのは1割にしか満たないわけ。なるほど。本当はもっと望んでるわけで、でも彼は5割変わったわけ。でもそれは望んでることの1割ですよ。じゃあ奥さんが望んでる5割は、彼はそれからさらに5年だから58年58になってまだ5割。その価値があるのかがちょっと自分の中でそこが問題なんですけど、その年月をその価値なんですよね、結局は。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えてあげたい、やりがい、生きがい、人の手をそれのプロで、それを世界で